こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は前回の動画のダイソーさんのマクラメヤーンを使ったバッグのショルダーバッグタイプを編んでみました。模様も少しですが変えています。今回も材料費880円でしっかりしたバッグになりますので、もしよかったら編んでみてください。使用する材料はこちらです。ダイソーさんのバッグの底板楕円形を1枚、マクラメヤーンは7玉使用しています。使用するかぎ針は5号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。底板に細編みを1周編んでいきます。編み始めはこの穴からになります。鎖1つで立ち上げ、同じ穴に細編みを2回編みます。隣の穴も細編みを2回編みます。次の穴も細編みを2回。この繰り返しで直線の11個の穴は細編みを2回ずつ編んでいきます。直線部分の細編みを2回ずつ編んできました。カーブのある9個の穴のところは細編みを3回ずつ編んでいきます。細編みを1回、2回、3回、次の穴も細編みを3回、この繰り返しでカーブのある9つの穴は細編みを3回ずつ編んでいきます。細編みを3回ずつ編んできました。ここから直線の11個の穴は細編みを2回ずつ編んでいきます。11個の穴に細編みを2回ずつ編んできました。ここから9つの穴には細編みを3回ずつ編んでいきます。細編みを3回ずつ編んできました。これで1段目が完成です。2段目は細編み98目を1段編んでいきます。2段目から鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、
3つ目、4つ目。この繰り返しで細編みを1周編んでいきます。細編み98目を1周編むとこんな感じになります。3段目から9段目も細編み98目を編んでいきます。2段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1段細編み98目を全部で6段編んでいきます。6段編むとこんな感じになります。ここから模様の段を編んでいきます。9段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げます。同じ1つ目のところに長編みを1回編みます。これで1つ目の模様になります。1つ目を開けた3つ目に長編みを2回、1つ目を開けたところに長編みを2回、次も1つ目を開けたところに長編みを2回、この繰り返しで1周編んでいきます。模様を1周編んできました。模様は全部で49個になります。これが49個目の模様になります。最初の3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで1段目の模様が完成です。模様の2段目がこちらです。鎖2つで立ち上げ、中長編みを1周編んでいきます。鎖1つ2つで立ち上げ、これが1つ目になります。中長編みを1回、これが2つ目です。中長編みを1回、この繰り返しで中長編みを1段編んでいきます。中長編みを1周編んできました。97、98目が編めたら、最初の鎖2つで立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。模様の3段目は1段目と同じものを編んでいきます。
2段目を編み終えたところから1つ目の中長編みのところから糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げます。同じところに針を入れて長編みを1回、これが1つ目の模様になります。1つ目を開けたところに長編みを2回、1つ目を開けたところに長編みを2回、この繰り返しで模様を全部で49個編んでいきます。1周編んできました。最後の模様が編めたら最初に鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の3段目が完成です。模様の4段目は鎖2つで立ち上げ中長編みを1周編んでいきます。3段目の編み終わりのところから鎖2つで立ち上げます。下の段の1つ目の長編みのところに中長編みを1回、ここから中長編みを1周編んでいきます。中長編みを1周編んできました。98目の中長編みが編めたら最初の鎖2つで立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の4段目が完成です。この2段の繰り返しで模様の段を好きな高さまで編んでいきます。編み方を見ながら編みたい方は模様の3段目と4段目を繰り返し見て編んでください。動画では中長編みの段を10段編んで高さ約20センチまで編んできました。ここから縁の1段目を編んでいきます。模様を編み終えたところから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖2つの立ち上げのところが1つ目の細編みになります。下の段の1つ目の中長編みのところが2つ目の細編みになります。3つ目、4つ目、この繰り返しで細編みを98目編んでいきます。細編みを1周編んできました。98目の細編みが編めたらこれで縁の1段目が完成です。縁の2段目からは細編み98目を全部で5段編んでいきます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。
この繰り返しで細編み98目を全部で5段編んでいきます。5段編むとこんな感じです。これでバック部分が終わりになるので、1つ目のところに針を入れて糸を引き抜きます。糸は長めにカットしておきます。糸処理をします。糸が通し終わったらカットしておきます。ここから持ち手を編んでいきます。最初に目印になる印を2箇所つけていきます。バッグを2つに畳んで、ちょうど角に来る編み目のところに印をつけておきます。これが1つ目の印です。1つ目の印から48目数えていきます。1つ目の印から48目開けた反対側の角に来る編み目のところが2つ目の印になります。ここから持ち手を編んでいきます。1つ目の印から16目数えます。この部分が1つ目の持ち手の編み始めになります。ここから糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じところに細編みを1回、2つ目、3つ目、4つ目、この繰り返しで編んでいきます。細編みを16目編んできました。印のついている編み目が17目になります。ここから細編みをあと16目編んでいきます。持ち手の1段目の細編み33目を編み終えました。持ち手の2段目は裏にして鎖1つで立ち上げ、1つ目と2つ目に針を入れて一度に糸を引き抜きます。これが1つ目の減らし目になります。ここから細編みを29目編んでいきます。1つ目の減らし目から細編みを29目編んできました。最後の2目でもう一つ減らし目を編みます。1回2回針を入れて糸を一度に引き抜きます。これが2つ目の減らし目です。持ち手の3段目は反対側にして鎖1つで立ち上げ、
1つ目と2つ目で減らし目を1回編みます。ここから細編みを27目編んでいきます。1つ目の減らし目から細編みを27目編んできました。最後の2目でもう1つの減らし目を編みます。これで3段目が完成です。持ち手の4段目は裏にして鎖1つで立ち上げ、1つ目と2つ目で減らし目、ここから細編みを25目編んでいきます。1つ目の減らし目から細編み25目編んできました。最後の2目でもう1回減らし目を編みます。これで4段目が完成です。裏にして持ち手の5段目は鎖1つで立ち上げ、1つ目と2つ目で減らし目を1回、ここから細編みを23目編んでいきます。1つ目の減らし目から細編み23目編めたら、最後の2目で減らし目を1回、これで持ち手の5段目が完成です。持ち手の6段目からはこの繰り返しで減らし目を2回ずつしながら13段目まで編んでいきます。13段目は減らし目、細編み7、減らし目になります。持ち手の14段目からは細編み9を繰り返しながら好きな長さまで編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、細編みを9目編みます。反対にして鎖1つで立ち上げ、細編みを9目編みます。この繰り返しで好きな長さまで編んでいきます。動画ではショルダーの長さを約43センチまで編んできました。ショルダーの長さはお好きな長さで編んでいただいて大丈夫です。1つ目のショルダーが編めたら糸を引き抜いておきます。2つ目も1つ目と同じように編んでいきます。印をつけたところから16目数えます。ここが編み始めになります。鎖1つで立ち上げ、細編みを編んでいきます。1段目の細編みは全部で33目になります。1つ目と2つ目の間は16目空いていれば大丈夫です。1段目の細編み33目を編み終えました。裏側も1つ目と2つ目の間が16目空いていれば大丈夫です。ここからは1つ目と同じように同じ長さまで編んでいきます。2つ目の持ち手を編み終えるとこんな感じになります。
片方の編み終わりの紐は使わないので、動画のように糸処理をしておきます。ここから2本を縫い合わせていきます。もう一つの持ち手の編み終わりの糸で縫い合わせていきます。縫い合わせ方はお好きな方法で大丈夫です。何回か往復してしっかり縫い合わせるようにします。しっかり縫い付けられたら糸処理をします。ショルダーを縫い付け終わるとこんな感じになります。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。ペットボトルとちょっとした羽織物、お財布が入るくらいの大きさです。お散歩に行くのにちょうどいいサイズです。このままでももちろんお使いいただけますが、マグネットボタンやボタンホルダーを編んでボタンをつけてもしっかり使えそうです。お好きに仕上げをしてください。底板と枕目編んでしっかりとしたバッグに仕上がります。肩掛けにしても斜め掛けにしても可愛く使えそうなので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。リクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録